ロシアには多分私は今一人で歌舞伎の研究をしています。ロシアに日本劇のコミュニティを作りたいと思います。本物で歌舞伎を見るのは大切だと思います。はい、皆さんこんにちは。今日は私のところに来てくれました。私の大切な友達。どうぞ自己紹介お願いします。こんにちは皆さん。私の名前はロシンカです。私はモスクワから来ました。私たちはミカさんとモスクワに一緒に大学で勉強していて、だから多分10年前の友達。確かに10年ぐらい経ったよね。久しぶり会いました。とても嬉しいです。私もとても嬉しい。実はその10年は経たない感じ。そう。昨日みたいな。昨日みたい。そうね。そう。後でミカさんは自分の道で日本語を勉強を続けて、私は大学を卒業して研究者になりました。そうなんですか。何の研究ですか？私は今歌舞伎を勉強しています。ロシアにはほとんど歌舞伎の研究者はないから、だから多分私は今一人で歌舞伎の研究をしています。私はロシア語でいろいろな演目の翻訳とか、いろいろ論文を書いているから、だからその理由でジャパンファンデーションから留学期の受け取りました。ありがたいことで。そうなんですか。日本に来たのはいつぐらいですか？去年の。そうね。去年の9月から来て、今4ヶ月ぐらいになります。そうです。日本に来たのは初めてですか？初めてです。すごいよね。ずっと大学とか仕事でも専門は日本でしたね。何の仕事ですか？2は私はロシア大学で教師として働いています。私は日本文学とか日本文化とか、もちろん日本劇の講義を行いますけど、教師だけじゃなくてマネージャーとして仕事をしています。すごいな。それはちょっとめんどくさい。実は私は教師としてだけ働いて続きたいけど、まだまだ博士を受けなかったから、博士を受けたいと思います。その理由で、今日本に研究をしているから、博士論文を書いているから、歌舞伎についてです。歌舞伎。そうか。それで今研究してるのテーマは何ですか？テーマはちょっと難しいけど、ミカさんは歌舞伎に行ったことがないです。まだないです。難しいけどごめんなさい。じゃあ私と一緒にぜひ行きましょう。行ってみましょう。はい。だから私の研究のテーマは歌舞伎の三大名作教訓になります。その歌舞伎三大名作教訓の中に、それは一番3つの有名な歌舞伎の演目で、義経様桜とか、奏本中信蔵とか、あとは菅原伝授手習い鏡とかで、そのテーマの中に悲劇のヒーローをアナリズしています。それはちょっと難しいと思いますけど、私は10月に歌舞伎に初めて行って、義経様桜を見て、それはすごくいい感じだった。だから感動します。そう。本物で歌舞伎を見るのはそれは大切だと思います。前は時々YouTube で歌舞伎を見て、だけど YouTube で普通は歌舞伎の放送はちょっとダメだけど、その理由で本物のレコードを見つけるのは難しい。ね。それは日本の文化はそうだけど。じゃあ日本に来てよかったね。本当の本物の歌舞伎を見る機会があるからここで。だからぜひ見ましょう、一緒に。はい。じゃあ一番好きな演目は何ですか？確かに勧進帳
は一番好きな演目だと思いますから、勧進帳は、歌舞伎三代目作曲じゃなくて、けど、それは一番有名な演目だと思います。本物でまだ見たことなかったけど、ぜひ行きたいと思います。勧進帳は源義経について、いろいろがあって、弁慶は、勧進帳、勧進帳は絵巻で、絵巻の中に何も書いてない。勧進帳は、なんだっけ、弁慶を何も書いてない演目を読んでいる。だから、それは、インプロビゼーションになります。そうね。だから、その理由で、弁慶は、自分のグループ、侍とか、自分の大名じゃなくて、義経はなんだっけ、義経は、源義経を助けるために、インプロビゼーションをする。後で、源義経を聞く。何でカタカナじゃなくて、自分の、なんだっけこれ、竹などじゃなくて、構造それは長い枝みたい。棒みたいな。そう、長い棒で。そう、多分。そう。キックする。投げる。投げる。そう。刀だったらもっと安い。刺す。そうね。だから日本語は難しいね。今のレベルはまだ。皆さん許してください。許してください。そうか。面白いよね。そう、だからこの勧進帳によると、有名なアキラ・クラサワ映画を作って、その映画の名前は、虎の踏む男たち。多分そんなに有名じゃなくて、ロシアにはそんなに有名ではないけど、本当に面白いと思います。だから一緒に後でだからそれは大切なことですね。はい、見ましょう一緒にね。はい。じゃあ日本を自分の人生とキャリアの中心をしようと思ったきっかけは何でしたか？多分それはもちろん私は子供の時にいろいろ日本文化の印象は強かった。例えばね、いろいろアニメとかを見て、チネージの時に、だから15歳の時に私は日本語を勉強にして大学に行きたいと思いました。多分それは一番最初のきっかけはアニメだった。多分きっかけはアニメだった。そうかね。そうですね。私たちの高校生の時ぐらいね、そんなにアニメとか流行っていなかったと思うけど、ただ本当に少ない人がアニメが好きだったけど、だから私は学校でオタクとして本当にいじめられた。そうです。同じ。そう。私も学校の時にアニメを見てることは秘密としてした。私も一緒だ。そう。誰も言わなかった。今はアニメ好きは普通のことですね。ギクみたい。そう。オタクはなんか褒められてることです。そう。そうね。やっぱりインターネットがもっとインターネットの広がってるかな。そう。確かに。でもすごいですね。そんなに日本語が上手だから、日本に来たばかりだけど、4ヶ月しかいないけど。全然上手ではない、実は。私はいつも日本人と話していて、すごく緊張しています。だから、例えばね、大学の授業の時に、いろいろわからないから、すごく緊張しています。授業の時に。もちろん、コンビニとか電車に、話ができて、それは、
簡単だと思いますけど、授業は他の日本語になりますから。そうですね。全然違うレベルだけど。違うレベルだけどね。そう。だから、私の日本語のレベルは、日本語の力試験 N2 になって、まあ、今 N1 も受けたいと思いますから、それは2026年の目標として、このレベルを受けたいと思います。教科書を買ったけど、まだまだ。そう、わかるよ。頑張ります。私も一緒に頑張りたいんですけど、そう。何のビザで今日本に滞在してるんですか？まあ、今は、文化活動のビザで、研究しています。そうですね。面白いね。めっちゃくちゃ珍しい、こういう。珍しい、ね。こんなビザは。そう、私は飛行機に来て、ビザを、そう、在留カードそう、渡す人は、このビザは何のビザですか知らない、見たことないって言ったから、それは本当に珍しいビザだと思います。そうですね。珍しいね。そのビザで、どれぐらい、ここにいられますか？まあ1年、ほぼ1年。だから、8月の終わりに、モスクワに帰ります。そっか。まあ、絶対に帰りたくないけど、博士を受けたいと思いますから。そうですね。じゃあね、日本に来て初めての印象は、何でしたか？まあ、私は9月の始まりに来て、すっごく暑かった。ロシアと比べて、それはもちろんのことですね。すごく暑かった。死ぬほど暑かったと思いました。9月はね、まだまだ暑いから、多分涼しくなるのは10月の終わりぐらい。そう。実は私、一番好きな季節は秋だから。秋ね。私は今、日本の春を楽しみにしています。今まで、花見を見たことないから、ぜひぜひ見たいと思います。花見はいいね。私も。私まだ花見に行ったことないけど、ここに、なんていうか、実は、もちろん、春ぐらいピクニックとか行ったことあるけど、でも本当に花見ではないと思う。実は桜が咲いてる最中は人が多すぎて、みんなすごく近くに座ってるからお酒を飲んでるとか、私はすごく恥ずかしかったから、でも今年ぜひチャレンジしたいと思います。多分一緒にいたらそんなに恥ずかしくないと思う。そう。あとお酒飲んだら助かります。じゃあ、将来の夢は何ですか？将来の夢は何ですかって、それは難しい質問、実は。まあ、私の夢は家族を作りたいと思いますけど、そうね。それは一番大切なことだと思います。人生の中で。ですけど、キャリアの夢言ったら、それは多分、ロシアに本当に強い日本劇のコミュニティを作りたいと思いますけど、だから今、歌舞伎は、歌舞伎だけじゃなくて日本劇はすごく珍しいことね。誰でも見たことないとか、私の講義に来て、お客様は、どこで歌舞伎を見た方がいいとか、私は、すみません、日本にだけ見ることができる。それはちょっと、それは普通のことですね。だから歌舞伎はすごく高いレベルがあるから、例えばね、国宝とか、あとは、歌舞伎はすごく大切な劇場で、それはちょっと難しい。だから、それは本当に夢ですね。目標ではないけど、夢です。それは大きな夢だけど、それで、例えば一番、5年以内の目標は何ですか？私は来年博士を受けたいと思いますけど、そのために、3つの論文を書かないといけない。だから私は今、論文を書いています。後で博士を受け取っ
て、多分私はロシアで日本劇のカンフェレンスを、発表式を行いたいと思いますけど、あとは、多分日本で仕事を受けるのは、それは、夢見たいけど、それはちょっと大きい目標になると思うんです。それは私のキャリアにとって一番大切なことです。ですね。そっかそっか。いいですね。すごいですよね。とっても面白い話できてよかった。ありがとうございます。こちらこそありがとうございます。楽しかった、今日は。そう、とても楽しかった。本当にありがとうございます。また一緒に動画を作りましょうね。作りましょう。ぜひぜひ。じゃあ皆さん、最後まで見てくれて本当にありがとうございます。もしかして何か質問があったらコメントに聞いてください。次回は質問コーナーをしようと思いますけど。はい。また次の動画に会いましょう。バイバイ。バイバイ。